6勝1敗で無事怪我なく終えることができました。すごいね。よかったね、京志君。お疲れです。お疲れです。お疲れ様です。ナイスですね。順番で置かないといけないから。お疲れです。もう勝ち越しおめでとうございます。すごかったですね。6勝。6勝。リオ君が負けましたか、今回は。これすごくないですか。あれ太陽君のやつよ。はい、寒口割りっすね。ずるいっすよね、こんなデカデカとあいつ。これ何の？これは分からんか。これ誰だ、これ花城ケツ的に花城っぽいですけど、いいケツしてんな。かっこいいよ。花城構成ですね、多分。これも構成ですね。へえ、かっこいいね。はい。行かないね。誰が一番仲いい人に懐いてる？やっぱそうだよね。これ可愛い。好き？好きやっぱ嫌い？やっぱ嫌いその回俺も行けるよ。じゃあ今場所お疲れ様でした。お疲れ様でした。結果勝ち越しですかね。はい。結果的には4勝3敗ですね。すごかったですね。初勝ち越し。そうです。おめでとうございます。最初の2番ちょっと勝てなかったんですけど、その後何番か勝てて、で最後千秋楽で1番勝てて。いやーすごいね。最後勝負強いですね。こう、慣れてきた感じで、なんか緊張も少しは収まって少しは収まってきました。やっぱり今日のその千秋楽のやっぱり取り組みが、やっぱ最後の一番なんで、もう思いっきり やろうと、それで勝ててとても嬉しかったです。その腰を低くってやっぱりよく言われます。自分腰が高くなった時にやっぱり負けてるんで、そこをしっかり直して腰低くしたら勝ててたと思います。多分次、序二段の取り組みになるんですけど、その序の口の力士たちより多分強いと思うので、今までよりもしっかり稽古をして頑張りたいと思います。今場所お疲れ様でした。ありがとうございました。お疲れ様です。結果的には勝ち越し。結果ははい、ありがとうございます。4勝3敗で。4勝3敗。はい、勝ち越しました。序盤からもう結構調子良かった感じですかね、見てると。そうですね。今場所は結構番付も落としてたので、結構調子もよくいい相撲が取れました。で、序盤結構良かったけど、最後勝ち越し決まってからちょっと勝てなかったかなっていう。やっぱりあんまり普段すぐ勝ち越すことがなかったから、ちょっとその後難しかったかな。その後の気持ち的なものも多分あったと思います。やっぱり2場所連続やっぱ負け越してしまったという悔しさをちょっとバネにこの場所前しっかりと稽古して頑張っていきました。なんか序盤見てる感じ結構大勝ちするんかなって。そうですね、自分もちょっと思ってました、そこは。はい、確かに勝ってからの、こうメンタルの持ち方っていうのは難しいね。多分満足しちゃってたのかなっていうのもありますね。いつも結構あれか、どちらかというと勝ち越すか負け越すかぐらいがほんまに千秋楽あたりで来るっていう。だからそういう時の方が逆に自分のメンタル的には作りやすいんかなっていう。結局もまた負けた原因が足出てなかったりとか、そういう変化とか変化あるやんな。動いたり横動かれたりとかした負けなんで。なるほど。変化やっぱ結構対応難しい。自分はちょっと難しいですね。人によってだと思うんですけど、まだまだちょっと自分はそこ足りないんで。なるほど。得意なのはやっぱ
今場所の相撲全部得意な形で、やってきたんで、型にはまってしっかりと相手捉えられれば、今場所で全部持ってったりとかできるんですけど、やっぱ回し取られたりとかすると、結構きついですね、自分的には。それこそじゃあ、次の場所に向けていろいろ改善とかそうですね、はい、していければなとはい、思ってます。はい、わかりました。はい、来場所で自分が入門して1年になるので、しっかりと勝ち越していけるように頑張っていきます。了解です。ありがとうございます。勝ち越しおめでとうございました。ありがとうございます。楽しんでください。はい。場所お疲れ様でした。ありがとうございました。結果教えてもらっていいですか。結果は6勝1敗で無事怪我なく終えることができました。勝ち越しおめでとうございます。ありがとうございます。すごかったですね。結構序盤からずっと勝ち続けて。そうです。先場所となんか感覚が似てて、やっぱ、はい、土俵に上がったら、なんか緊張もなくいけるなっていう、そういう気持ちで戦えた場所でした。やっぱ3段目最初の場所はやっぱ相手のうまさとか、そういうのが自分の相撲ができなかったのが課題だったんですけど、今場所は多分始まる前、そのなんていうんですか、名古屋が終わってからのその巡業出させてもらって、でそこでやっぱ普段できないような、自分より番付もっと上の強い人たちとやっぱ稽古できて、やっぱそれで今場所は自信が多分ついてて、それではいもし良い成績につながったのかなと思います。すごかったね。3段目で6勝って。はい、まあそうそう最高位更新でそこでまた勝てたのもやっぱ、自信にもなりました。なんか勝つたびにどんどんなんか表情自信増してるなっていう感じです。本当ですか。見てて結構もうすごい安心感あるっていうか、まあ、そうそう。結構圧倒してたよね。いやでもやっぱ相撲的にもやっぱ止まっちゃったり、そういうそう止まっちゃったりしたらやっぱ、自分のその圧力っていうかその相撲が取れなく多分負けてしまうことが、多分出てくるような自分は相撲スタイルなんで、止まらず前に立ち合い最初当たって一気に相撲を取るっていうのがやっぱ自分の相撲だと思うんで、それができてた場所だったので良かったです。いやすごかったです。で、優勝決定戦、でまた前回のね、木瀬部屋の和馬さんとまた連勝を通してぶつかるっていう、なかなかドラマチックな展開そうですね。やっぱ前回も、今回もそうですけどやっぱ圧倒的に初日で負けてるんで、そうですね。やっぱ名古屋場所の相撲を見て今場所は当たった時は考えてやっぱどういう相撲を取るって決めてたんですけど、やっぱ相手のうまさでやっぱ誘い込まれて、そういう立ち合いをさせる、なんかなんていうんですかね、自分がなんか相手の罠にはまるような感じの立ち合いをされたので、それにすっぽりはまってまた今回負けてしまったので、なるほど。やっぱ相手の方が何枚も上の技術も力もやっぱ全部相手が上だったので、なるほど、負けました。そうですね。やっぱ最初当たって相手大きいのでやっぱ横についたりとか、相手のちょっと癖だったりとかやっぱり動画で見てやっぱ研究とかしてたので、それが全くできなかったのがやっぱ悔しかったです。だからもうやっぱその6勝目した時、6勝目した日になんか硬くならず、当たってあとは何してもいいぞっていうふうに言われたので、やっぱ気楽に考えていきました。でもやっぱ相手のうまさに罠にはまってっていう感じで負けちゃいました。やっぱ部屋の、みんなもやっぱなんか親方が多分みんなに声かけてくれて、それで一回で自分の相撲をやっぱ見てたみたいなんですけど。そうなんや。応援してくれてんだ。勝ちたかったですね。もうなんですか、先輩後輩で自分のお父さんとか家族とか、もうやっぱ LINE をくれるので、それでやっぱ力になりました。またやれたら勝ちたいね。そうですね。もう次は簡単に言えないですけど、自分がそうやりたい
やりたかった相撲をやっぱやってみたいです。そうですね。来場所もまた大幅に番付上がるんで、もっと強い相手がいっぱいいると思うんで、そこで勝てるようにやっぱ相撲もそうですけど、その相撲以外のところでもトレーニングとかをやっぱ自分に厳しく頑張ってまた勝ち越せるように頑張ります。お疲れ様でした。じゃあ結果の方を。3勝4敗でちょっと負け越してしまいました。前回は5番勝ったんですけど、今場所のためでした。良くも悪くもないみたいな感じでしたね。いい相撲はいい相撲って親方も言ってくれたんですけど、やっぱ、悪いところがありましたね。まあ前回よりももちろん番付も上に上がったんで、そうですね。まあちょっと相手も強かったかなっていう。やっぱ初日が一番いい相撲取れたかなと、初日と最終日が良かったかなと思います。確かに最終日良かったですね。そうです。はい。なんか逆に落ち着いていきました最初は。来場所は今場所あんまり手が使えてないっていうのがあったんで、しっかり使えるように稽古して来場所は勝ち越せるように頑張りたいです。はい。だいたいその負けた2番も組んじゃって負けちゃってるんで。あ、組で負けたんだ。はい。最後なんか結構こう力で押し出した感じだったっけ？あ、そうですね。はい。最後組まずに出ました。なるほど。力で押し合う感じやったら割と。まあそうですね。はい。立ち合いしっかりできてれば。じゃあ今後改善していくとしたらその力の方をちょっと手の使い方が悪かったんで、しっかりはいうまくできればなっていう感じ。では今場所お疲れ様でした。お疲れ様です。じゃあ結果は勝ち越しおめでとうございます。ありがとうございます。勝ち数が5勝。はい、5勝2敗です。結構序盤から調子良かったですね。3連勝。そうです。はい。あまり緊張もしなくて、相撲取れました。なんかすごかったね。取り組み見てましたけど、あれ何戦目だっけ？すごい珍しい。網打ちですか。網打ちで勝ったやつ。あれはどういう感じだったんですか？網打ちを狙ったっていう。狙ったんですけど、でもとにかく粘ろうと思いました。そう結構粘って一回組み合ったりとかして、で最後にその土俵際で網打ちっていう、初めて聞いたけど 0.1% ぐらいのらしいですね。ニュースにもなってた。すごかったね。そうネットニュースになってたもんね。なんか珍しい勝ち方があったっていう、すごいね。勝ち越しを決めた取り組みですね。考えていけたのと、あと緊張もしなかったので、自分はあまり土俵仕切り線から離れたことがなくて、今場所4勝目は仕切り線から離れてかなり距離を取っていったので、ちゃんと考えて相撲が取れたので良かったです。確かになんか毎回違う相撲とかいろんな相撲を見せてくれるからすごいなんか見てて楽しいなっていう。ありがとうございます。来場所は、番付上がるので、一場所でも早く3段目に上がれるように頑張ります。では次も頑張ってください。頑張ります。決めてないですね。とにかく寝たいです。寝たいんだ。釣りは行ってるの最近？釣りですか？この間行ったぐらいで行ってないです。そうなんや。釣れなかったです。釣れなかった？一匹も釣れなかった？でも1匹は釣れたんですけど、本当こんぐらいです。そうなんや。でも真横の人とか黒鯛釣ってる人がいて釣りたかったです。3段目上がって初めての本場所。そうですね。3勝4敗で終わってしまったので、また来場所12段に落ちてしまいますね。力は通用してると思いたいので、また次上がってこれた時に勝ち越せるように頑張ります。立ち合いですね。稽古場ではできるんですけど、本場所になっちゃうとどうしても緊張で腰が高くなって当たりもふわっとした感じでなってしまったので、
そうか。立ち合いもっと緊張せずに自分の思い切りよくいければなっていう、そうですね、一番最後の取り組みで勝てなかったっていう。そうですね、何もできずに負けてしまったので、まあ、やっぱり3打目上がると相手も強いっていうところで、はい、とりあえず力負けはしてないと思うので、立ち合いと、いなし方を覚えたいと思ってます。まだまだね、身長も伸びてるんだっけ？まだちょっと伸びてます。すごいね。体重も増えてきてます。体重はもう150から上がんないですね。ああ、今ちょっと止まり気味なんだ。はい。で身長今何センチやったっけ、それで。身長今181ですね。でかいね。はい。清志君やっぱ懐いてるんかな。はい。いや、どうですかね。ではまた来場所頑張ってください。ありがとうございました。いやでもこれほぼ優勝決定ですね。めっちゃちけえな、ちきり。強っ。決定ですね。めっちゃ強い。ちょっと待って。やば、ちょ待って。マジ？いやでもやば。いやありがとう。旬の魚は、はい。まあ、やっぱりサンマとか、サバとか、なんだろうな、イワシもかな、イワシ美味しいですね。なんだろう、秋ってなんか大概なんでも美味しいですよ。へえ。ネクスト豊昇龍大さんに優勝ってラストマッチ。優勝っていうことなんだっけ？ウィナービクトリーチャンピオンチャンピオン。3勝3勝。その取り方。いやもう分からん領域やもんこれ。マジでわからん。片を優勝する。やっぱり。きたじゃあ物いいやっぱり何が俺の携帯なんでいいですかもうそろそろ。いやわかんない。優勝かかってるから。ついてる。いやでも残ってる残ってる。いやそこ見て。もう2枚ぐらい。ありがとうございます。最後、これ言ったらでもくしゃくしゃになるから、最後が間に。それでは皆様どうぞ温かな拍手でお迎えください。それではこれより自分の会を開演いたします。本日は、秀ノ山部屋の千秋楽祝賀会にお越しいただき誠にありがとうございます。この場所は、力士一人一人の良さが出た本当にいい場所だったように感じます。声優は、6連勝して最後勝てば、初めての各段優勝というところだったんですけども、最後負けたんですけども、しっかりこう正面から臨んでいく姿にまた、今後の課題が多く見えたと思うので、またこれからも精一杯頑張らせて、皆様に早く良い報告ができるように、努力していきます。どうぞお願いします。
野城です。今回初の3段目というところで、3段目になると履物が変わって、普通の白いやつからとセンターに変わるんですけども、3段目に上がって初めての場所で3勝3敗の1番、ちょっと細めの体の相手と当たったんですけども、もうちょっと集中して勝てるような相手だったんですけども、ちょっと気の弱さというかな、また爪の弱さが出て、負けたんですけども、本当に相撲を知らないところから徐々に力をつけてきて、本当に内心負けず嫌いなところがすごく白星につながってますので、またこれからも、一緒に努力して頑張っていきたいと思います。菊龍です。埼玉県越谷市出身です。ちょっと場所前、ちょっと股関節が痛くてあまり稽古できないっていう中、しっかり基礎をしっかりトレーニングしながら、本場所に、合わせてくれました。持ち前の前に出る相撲は強いんですけども、やはり最初にね気持ちが弱くて相手に当たられると、どうしても相撲が後手後手になって状態が浮いてっていうところがあったので、もっともっと精神力を強くして、私も鍛えながら精神力を強くして、上の番付を目指していけるように頑張っていきます。佐賀県武雄市出身の高生です。場所前からしっかり稽古できて、もう体は小兵なんですけども、持ち前の相撲のセンスと、この8月の目標は体重を5キロ増やすっていうところだったんですけど、食べてもなかなか体が大きくならないというところで、食べるのもちょっと稽古しながら頑張っています。今場所は5勝2敗で、本当に最後まで粘り強い相撲が続いて、持ち前の構成の良さがたくさん出ました。もっともっと相撲が好きになれば、おのずと体も大きくなるし、強くなると思うので、相撲が好きになるように指導していきたいと思います。東京都大田区出身の井出野です。今場所は、4勝3敗で、もう最後の相撲があんまり気合い入ってなかったなと思って、どうしたのって聞いたら、ちょっと集中力足りなかったというところで、やはり相撲は技術じゃなくて、やっぱ気持ちが一番大事なんだということを常々稽古場から言ってますけども、最後の一番もやっぱり気を引き締めて、そういう集中力でいけるように、これからも指導していきながら、いい押し相撲があるので、そこをしっかり伸ばしていけるように指導していきたいと思います。岡山県津山市出身の南です。もう入門した時は本当腕立てがね、なかなかできずに苦労したっていうところなんですけども、今場所見事に4勝3敗で勝ち越しまして、先場所はやっぱり立ち会った時に相手に当たられるのが怖くて、ちょっと相撲自体になってなかったんですけども、今場所はしっかり腹に気持ちを込めて立ち合いして、もう人が変わったように前に出ながら、もう私はすごく嬉しいです。頑張ってます。今場所は4勝3敗でした。エストニアのから、来ましたアナトーリと言います。もうみんなはトーリって呼んでるんですけども、18歳で、大関のバルトから紹介を受けまして、一番真面目な力士を送るねということで声をかけてくれました。で本人はヨーロッパでレスリングチャンピオンと柔道チャンピオンで、世界選手権ではアンダー20歳以下の部で3位というところで、やっぱり日本の相撲に夢を持って、やってきました。今年中に、相撲協会の方へ行き、海外力士を受け入れたいということを伝え、これから1年間の研修期間を得て、1年後に番付に乗ると思います。これからはまだ日本語が全く喋れなくて意思疎通ができない中、そこをしっかり意思疎通ができるようにする、相撲の生活になれる、あと挨拶とかそういう礼儀を守るっていうところを今から覚えていくので、またどうぞ応援よろしくお願いします。
1年間通して、もう批判もいろいろありますけども、しっかりこういる弟子をしっかり強くして、皆さんに恩返しできるように頑張りますので、また今後も秀ノ山部屋の応援よろしくお願いします。それでは皆さんに一言ご挨拶を申し上げます。それでは乾杯。勝ち押しするからやっぱいい笑顔だ。はいちょっとナイスストーリー。おめでとうございました。すごい応援してました。本当ですか。応援してました。お父さんと。はい。なんで。いやもう何もないです。何もなかったです。負け越したらなんか言われる。めっちゃ言われます。勝ち越ししてると結構気楽なこういうとこって。4勝してるときは本当に気楽です。あ、そうなんね。はい。いや、なんです気楽なんですけど、もう一番勝ちたいなっていう気持ちは、はい。マックス今まで1場所で、はい、何勝した？ 5-2 です。5-2がやっぱ一番。はい、一番。6がないです。当時最高位が22枚目なんで、自分がセット入りたいです。ちゃんといいもんな。今場所の声優君の活躍どうでした？勝ってるじゃないですか、もう連続で。自分も勝たないとやばいなって思いつつ。かっこよかった、あの姿は。かっこいいです。負けられないなって。はい。優勝決定戦はみんなで一緒に。1回で見ました。親方もおかみさんも力士みんなで試合で見てて。ずっと鳥肌立ってました。すごいよな。はい。優勝決定戦に文字が出てきた時に。そうです。アナウンスとかでも優勝決定でありますみたいな。いや、あれかっこいいよな。言われてます。It's very thankful for this I can come here. For me, it's very important. To Japanese people, there's lots of foreigners interested in Japan. Good night. Thank you. Eugene. Hey. 確かに偉いな、コミュニケーション取れるようになってない。ちゃんと。だいぶ授業中に、ああ、そうか。立ち止まってたら、ちょっと話しかけてもらえる。ちょっと出たとこ。そうです。やばい、覚えて。ありがとうございます。じゃあ、応援してます。ありがとうございます。嬉しいです。結構前からファン。はい。YouTube 見て、それこそ。なんかあった。すごいですね。清君のどういうところが良かった感じですか？私なんか落ち着いてる雰囲気とか喋り方とかめっちゃ好き。なんか一番可愛かったシーンとかありますよね。なんか一人でこうそれこそパーティーの前とかにインタビューあるじゃないですか。あの時の喋り方がめっちゃ好きです。あとは
娘さん、親方のを抱っこしてるのとか、ずっと見てます。恥ずかしい。されました？してないです。嬉しいです。いいですか、いいですか。じゃあ、ありがとうございます。今の NG ありがとうございます。自分の印象がガタ落ち選手パーティーは初めて。そうです。初めてで、自然の山部屋を選びました。すごいね。よかったね、京志君。はい。嬉しいです。一さんから確かによく勝ちました。かっこいい、余韻かっこいい。どうするかもわかんない。失礼します。今場所、無事、怪我なく6勝1敗で終えることができました。あと1勝足りずに、優勝できなかったので、来場所はまずは勝ち越し目指して、そして幕下いけるように自分は頑張って。部屋のみんなでしっかり、また良い傾向して、みんな番付が一つ二つ上がるようにこれから頑張っていきます。応援よろしくお願いします。皆さんの経験、勝ち越すことができました。来場所、12回目の取り組みになりますが、しっかりと勝ち越せるように頑張っていきたいと思います。皆さんこんばんは。こんばんは。今場所は5勝2敗で勝ち越すことができました。おめでとう。来場所は九州ご当地なので6勝して3段目に上がります。こんばんは。秀野太陽です。今場所は4勝3敗でおかげさまで勝ち越すことができました。来場所の九州場所で自分が入門してから1年になるので、声優さんや菊之丞さんの背中を追って早く3段目に上がれるように頑張っていきます。こんばんは。こんばんは。今場所は3勝4敗で終わってしまったので、来場所勝ち越してすぐ3段目に戻れるよう頑張ります。埼玉県出身の菊龍鵬です。今場所3勝4敗で負け越してしまったので、来場所はしっかり勝ち越せるように頑張るので、応援よろしくお願いします。秀ノ山部屋を応援している皆さんのますますのご健勝発展を願いまして、お手を拝借よー。ありがとうございます。よかったです。本当。言ってくれたんでもうすぐ書けよっつって。以上。皆さん頑張ってください。頑張ってくださいね。頑張って。これにしようかな。頑張ってね。お願いします。じゃあお相撲さんそこ座って。はい。そうチャーハン食うまで終われないよ。おいただいてるからね。ちゃんとお礼言って。いただきます。いただきます。なんかつけてたよ。マイさん。確かにジンジャーエール取ったの。はい。食べない。ウーロン茶です。マットに。
あげる。あ、俺。あ、そうか。これ多分カニでしょ。カマじゃないですか。フライドチキンです。どっちそれはバンバンジーですか。ファミチキです。1台車2台車視聴者ネイマールの俺じゃん。ごめんなさい。違反ギリギリとかスポーツではそう乱れをしないと。暑い。カニの食い放題したいな。鯛飯です。タイなんですか。タイじゃない、わかんない。チャーハンじゃない。ピラチャーです。あそこ。ちょ待って。そういうこと言わんといてくださいよ。無理。泣きますよ本当に。前崩しちゃったね。なんだろう。そうだよ。美味しかった。あ、すみません。お、しかももうなくなってるやん。すごっ。すごいじゃん。食べた？食べれるの？アレルギーの。あ、ちょっと。じゃあみんな向こう行っても。これ先もらった感じ。はい、そうです。プレゼントで、はい、みんなで使ってください。You cute. Very cute. Very cute. もっと笑顔で。あなた。親方インスの裏側ですね。そう。いや今回さ、三々だったから、あっつって帰りたいですって14日目の夜来たんで、勝ち越したらいいぞっつって頑張れよっつって。よかったね、勝ち越し。そしたらあんないい相撲取るなんで毎回プレッシャーかけた方がいいよな。そしたらとりあえず結構いい相撲が多かったからしっかり重心を持ってまた来場所に向けて稽古することな。今回新しくファイルを申請してかっこいいですファイルで、またバスタオル名古屋の時もバスタオルだったんだけど、結構みんな使ってるよっていう好評だったので、東京の方にもバスタオル届けたいなと思ってバスタオル、今場所を振り返ってみていかがでしょうか。負けた相撲もまた勝ってる相撲も特になんですけど、しっかり気持ちが前に出ていい相撲が多かったなっていう印象で、やはり稽古場から言ってるのは技術は後からついてくるからねっつって、やっぱり気持ちを志高く気持ちを強く持って土俵に上がれば体は勝手に動くよっていうところを力士に弟子に伝えてたので、だからそのような結果になって本当すごく嬉しく思います。では最後、来場所が親方の地元でもある福岡で行われますが、来場所に向けて、改善とか何か取り組んでいく部分とか教えていただければと思います。秀ノ山部屋が独立をしまして、ちょうど10月19日ぐらいだったかな、独立してで九州からスタートして、この9月場所で丸1年を過ごして、今度2年目の九州場所になるのかな。やはり一回りも二回りも体が大きくなって番付も上げてる力士がどんどん出てきたので、しっかりやってることを継続しながら我慢集中でいきたいなと思いますし、もっともっと可能性たくさんあるので厳しく指導して、人間的にも成長できるように、あとは相撲はもちろん強くなるように、そういう指導をしていきたいと思います。では今場所審判含めお疲れ様でした。ありがとうございました。嬉しいです。ありがとうございました。子供はすごいな。
次が優勝。ありがとうございました。子供はすごいな。